はこちら、オビツ製作所から発売されているオビツ11というね、小さな手のひらサイズのお人形のこのね、角の部分を作っていこうと思います。そしてついでにね、このようなシート状のボタンをね、作っていきたいと思います。はい、こちらね、角なんですけれども、こんな感じでね、キラキラになっております。で、オビツ11のサイズで作っていきますけど、リカちゃんとかでも大丈夫だと思います。材料はこちらの、ダイソーで買った樹脂粘土、濡らしたキッチンペーパーに少しアルコールジェルをつけて、フリーザーバッグに入れて保管しています。それからボタンをね、製作するための、こちらダイソーで購入しました4ミリ口径のミニストローですね。そして押しピンが4つと、それをね、クッションに支えるメラミンスポンジが1つ、そしてリボンですね、ちっちゃな可愛いリボン何色か、それから、ネイルアート用のいろいろな飾り、樹脂粘土に取り付けるためのボンド、こちらね、小西株式会社から発売されているウルトラ多用途 SU ですね、クリアを使っていきます。まずね、角から作っていきます。黒を先にしてね、手に黒い粘土がついた状態で白い粘土を触ると汚れてしまうので、一番最初にね、やっぱり白から作っていきます。少し練ってね、だいたい直径 1.5 センチぐらいの玉を2つ作ります。そして、表面のね、シワがなくなるまでコロコロして三角錐の形にねして10分ほどね乾かします。だいたいね、この太い方がこのね押しピンと同じぐらいのサイズにしたら、ここをねスパッと切っていきます。そしてカッターでねコロコロっとね筋をたくさんつけていきたいと思います。そしたらこれをねぐるぐるっと巻いていきます。このね底が平らな状態を維持してゆっくりね巻いていきます。こちらの角も巻きが反対になるように巻いていきます。そしてね乾かします。同じようにね黒も作っていきます。ではね、角の部分が、乾くまでの間にボタンをね作っていきたいと思います。5分ほどね少し乾かして表面がねベタベタしなくなったら、ストローを持ってきて、こちらね、斜めになってない方で、こちら斜めになってる方なんですけど、斜めになってない方で丸をねいっぱい作っていきます。で、こう押し当ててくるっとね1回指で回します。取れる場合はね息を吹き込んで外していきます。
丸い跡をいっぱいつけたら、そこにね針を使って穴をね2つずつ開けていきます。先でもいいんですけどね、ヘッドというか針の頭を使って開けていきます。はい、こんな感じでねボタンの型に全部針穴をねつけてみました。このままね乾燥させて他の色も作っていきます。これはね、乾燥させたものなんですけど、穴がね向こうまで開いてなくて形だけねへこんでるだけなんですけど、これだけね薄くてこれだけへこんでるとね、軽く針で刺しただけで穴が通ります。こんな感じでね、なので、縫う時はねこのまま直接糸をついた状態でもうそのまま縫っていけるので、針のね穴の跡だけ開けておきます。はい、こんな感じでね乾燥しました。これをね切り出していきます。はい、こんな感じでねたくさんボタンが収穫できました。たったねこのぐらいのシートでも結構なボタンの数が取れると思います。そしてこちらね下の台紙方眼紙になってまして、糸目盛りがね1センチになってるんですけど、このね左側2つはドールサイトで購入したメタルボタンになってます。大きい方が 5mm で小さい方が 2.5mm なんですけど、これね、今作ったボタンがだいたい 3mm ぐらいですかね。使用例としてはねこんな感じになります。これね、次あげようかなと思ってるパジャマの試作品なんですけれども、ちょっとねボタンがあると可愛いかなと思います。そしてこういうね小さな袋に入れて管理してもいいんですけど、こういうシートのままねもうボタン外さずに持っていかないで、シートのままね洋裁箱に入れておいて、必要な時にこうね外して使うっていう形でもいいかなと思います。やめてください。はい、このようにね作った角が1日経ってね随分乾きました。そしたらねこの平らな面をさらにねカッターで薄く切ってねもうちょっと綺麗に整えていきます。そして押しピンにね貼り付けていきます。接着剤でねくっつけたら、こういうね、メラミンスポンジとかにこう差し込んでね乾かします。はい、こんな感じでね角の部分がしっかり乾いたので、このね押しピンとこの樹脂粘土の境目をねデコっていこうと思います。そしてこちらねすでに貼り付けてあるのが小さなねリボンをくちゅくちゅっとまとめて貼り付けて、その上にねこの時計の歯車のようなねネイルアート用のメタルパーツと、同じくネイルアート用のこういう時計パーツを貼り付けてあります。はい、そしてねこちらはセリアなどで購入してきた、ネイルアート用のグリッター、それからラインストーンと同じくねネイルアート用の飾りですね。でこちらね、ガラスになりますので、普通のね接着剤だと白く曇ってしまいます。そこでガラス用の接着剤を使っていきます。はい、こんな感じにね仕上がりました。黒はこんな感じです。はい、そしたらねドールのヘッドに取り付けていきたいと思います。植毛のね穴にこれを刺すだけです。はい、こんな感じにねなりました。キラキラしててねとっても可愛いです。
じです。ちなみにね、ストレートヘアの子だとこんな感じになります。はい、このようにね完成しました。こちらのねヘッドは、ノーメイクのロングヘアのねヘッドを購入して自分でアイペイントをしたものです。でこの髪の毛はね、この100円均一 4mm 口径の細いストローを1/3に切って巻きつけて、で、犬用のゴムで留めてお湯パーマをかけてあります。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter や Instagram でのねお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter もやってますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。いいなこちら今作ったボタンなんですけど、やめて、しなぶちゃん持っていかないで、やめてください。あ